皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、日本の伝統食を一食ずつ取り上げて、ゆっくり丁寧に解説していきます。今回ご紹介するのは、名前からは色が想像しにくい、一根染めです。この一根染めには、どんな意味や歴史があるのでしょうか。可愛らしい色味と名前のギャップの理由についても、一緒に探っていきましょう。動画の最後では、一根染めと相性の良い配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。本動画では通常、JIS の慣用式名の数値に基づいたカラーコードを採用しておりますが、今回の一根染めは JIS の慣用式名に該当色がありません。ですが一根染めをはじめ、伝統色のカラーコードは、たくさんの書籍やウェブサイトによって様々に紹介されています。その中から今回は、動画制作の配色コーナーでいつも参考にさせていただいている和田三蔵帳配色辞典に掲載されている数値を採用いたしました。また動画冒頭でもご案内しておりますように、日本の伝統色は本来自然の染料や手作業によって生み出されたものであり、現在使われているヘックス値などのカラーコードで完全に再現できるものではなく、時代や素材、染料の種類、文献の解釈、光の条件などによっても色味には微妙な違いが生じます。本動画の色もあくまで目安としてご覧いただければ幸いです。一根染め、明るい灰身の赤系の色ややや淡い紅色など資料によって様々な表現があります。読み方は一根染めの他に一金染めと読まれることもあります。金とは目方、重さの単位で、現代では主に食パンの重さを表すときに耳にする程度になりました。一斤は160文目でおよそ 600g に相当します。ちなみに現在の食パンは一斤あたり350から 400g が一般的だそうです。一根染めが主に用いられたのは平安時代。染料には紅花が使われていました。最も濃い紅色である深き紅を両一匹、綾織の絹を約22メートル、染めるにはおよそ20斤、約 12kg の紅花が必要とされたそうです。一匹とは反物2反分を一続きにした織物の単位で、大人の着物2人分、または着物と羽織を継いで仕立てる場合などに用いられます。また、紅花は紅1文目、金1文目と金と同じ重さで取引されるほど高価で貴重なものでした。ちなみに1文目は約 3.75g です。そのため、紅の色の濃さによってその色を身につけることができる身分が厳格に定められていました。前述の濃く深い紅色は天皇の許可がなければ着用が禁じられていた金色であり、ごく一部の上流階級のみが身につけることを許された高貴な色でした。一般市民には1匹につきわずか1斤、約 600g の紅花を使ったごく淡い紅色のみが許されていました。これは濃い紅色に必要とされた分量の20分の1です。この1斤という制限量から一斤染め、一根染めという名がつきました。また、この量を守れば着用を許されたという意味で、許し色とも呼ばれます。紅花は、見た目は鮮やかな黄色や黄桃色の花で、その花びらには、水に溶ける黄色の色素と、水に溶けない赤い色素が含まれています。紅色に染めるには、まず黄色の色素を水で洗い流すという、非常に手間のかかる工程が必要です。さらに、紅花には鋭いトゲがあるため、花を摘み取る作業も容易ではありません。そのため、少しでもトゲが柔らかくなる早朝に作業が行われることが多かったようです。また、紅花で染めた衣服は、灰で洗濯すると色が落ちたり、日に当たると退色する性質があることが、古くから知られていました。このことから、移ろう、儚い、といった言葉が連想され、それらを導くキーワードとして、万葉集にも
紅を読んだ和歌が数多く見受けられます。以前の動画で常盤色をご紹介した際、落葉樹や花が移ろう、儚いを連想させるとお話ししましたが、紅もまたその一つとされています。今回は万葉集の中から紅を読んだ歌の一つをご紹介します。第18巻4109番歌、大友のやかもち。紅は移ろうものぞ、鶴ばみの慣れにし絹に、なおしかめやも、紅で染めた衣はきれいでしょうが、色が褪せやすいものです。鶴ばみで染めた地味でも着慣れた衣には及ばぬものです。紅花は堅牢度、色の定着性が低いゆえに、栽培にも手間がかかり、染色法も非常に難しいものですが、その色は大変美しく、見る人を魅了します。こうした理由から、紅花は極めて貴重で高価な染料とされました。平安時代の人々は、一部の高貴な人のみが身につけられた濃い紅色に強い憧れを抱いていました。そのため、許された一本染めでも、少しでも濃く染めようとする者が後を絶たなかったと言われています。最後に、一本染めに合う配色を2つほどご紹介したいと思います。海外でも、ディクショナリー・オブ・カラー・コンビネーションズとして出版され、高く評価されている洋画家和田三蔵編纂配色辞典大正昭和の色彩ノートにも一本染めを使った配色がいくつか掲載されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、2例ほどコンピューター画面上に再現してみました。動画内に記載のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目は桔梗色です。これらの配色を使ったフラワーアレンジメントの画像がありましたので、ご紹介します。2つ目は、一本染めに薄花田、飛び色を合わせた配色です。これらの配色を使ったファッションやデザインを AI に作ってもらいましたので、ご紹介します。飛び色が髪の色、バッグや靴、ボトムなどに効果的に使われている印象を受けました。今回は名前からは想像できない色、一本染めをお送りいたしました。皆様の心にはどんな印象が残りましたか？他の伝統色もどんどん紹介していきますので、気に入っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をポチッとお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。